それでは東方10応援ストーリーの続きを解説していきましょう。前回はレイム、マリサ、サナエ、ナズーリン、セイラン、アウンの6名を解説しているからまだ見ていない方は先にそちらを見るといいぜ。ちなみにエンディングの話はぜひプレイしてみてもらいたいので、省きながらストーリーを解説していきますよ。今回は歴代の既存キャラのドリームタッグといった非常に面白い要素盛りだくさんなので注目です。それではまずはじめに紹介するのは、ヤクモランのストーリーです。おお、ついに時期をもらえたラン様の活躍を早く見たいぜ。ヤクモランはどうやら上司であるヤクモゆかりの代理としてこの異変を見に来たようですね。調査報告について語っているところで、登場したのはこちやサナエです。この出会い見応えやばそう。ランとサナエはおそらく初対面でしょう。確かにサナエは幼獣の一点張りだし、書籍でも意外と合ってなさそうだな。サナエは特にカナコ様の教えで幼獣は全員敵と思えと言われているので、いつも以上に狂気的であり戦うことになりますよ。 G ルートに向かってるサナエさん止めてあげて。サナエに勝利後、幼獣だけではなくて動物霊も騒いでいることに何か気がかりがあるようで、森や神社に行くことになりますよ。さすがは幻想教獣を代理として見張っているラン曰く、霊自体の量は変わっていない様子。貝塚みたいな急激な霊の増加による異変ではないのね。さあ、ここでは最高すぎる組み合わせが見られます。二面ボスハランと同じく狐の幼獣、管巻司です。おいおいおい、二次創作でしか見られなかった狐コンビがついに原作で見られるのか。この組み合わせを作ってくださったのは感謝しかないですよ。今回のこの夢の共演でおそらく二次創作でかなり盛り上がるでしょう。まず邪悪なメスが狐の司ランに対して早速罵倒を言っていますね。ほんと早速最高かよ。さらにサナエから留守番を任されているという嘘をついていますね。さすがにランもそのことに気づいたようだな。今回のこの出会いで二次創作はどう動くのか見ものですよ。真面目なランが司の邪悪な囁きに落ちちゃうみたいなのありそうだぜ。それすごくわかる。そして司に勝利後、天は歴代東方祇園後に新たな名言を残しました。ふにゃー。完全にラップ萌えだわ。東方プロジェクトというと、アーウとか無給みたいな祇園語も有名だけど、新たな歴史を作り上げたな。今作はこういう要素もあっていいですよね。そしてランは狐同士のバカ試合は面白くないといい、情報を聞き出すことに、しかし司は嘘の情報かもしれないけどいいのと尋ねます。だがランは嘘でも情報を引き出すヒントになるというのです。さすがハラン様、かっこいいこと言うぜ。この2匹は互いに誰かに従える者同士で善玉な狐と、邪悪な狐という正反対なだけに見応え抜群ですよ。そしてランが向かったのは、地底、つまり旧地獄ですね。ほう、前回紹介したキャラクターたちは全員地獄に向かっていたが、ランは旧地獄に向かったのか。ランが言うに、地上で見かけた動物霊がいるらしく異変の一つだったようですね。そして司は嘘はつかなかったようで、ランは褒めていますよ。たまらんいいカップリングになったな。そして地底で出会ったのは、これまた非常に面白い組み合わせ。地獄の輪か、火炎病輪です。ヤクモランとオリンは東方地霊記伝で少しだけ絡んでいたが、本編でがっつりと絡むのは初だからすごいな。お姉さん幼獣同士の絡みが楽しみですよ。漫画、地霊記伝での一件でランの式神にあるチェンはオリンと仲良くなっていましたが、あれから遊んであげることがあったようですね。しかしオリンと絡むうちにチェンは死体を見つけて嬉しそうになったようです。笑った。ここでオリンがニャハハーと笑うシーンがあるのですが、これはアンダーテイルの人気キャラパピルスの笑い方のオマージュなのではと思われますよ。今作はアンダーテイル要素が強く、オリンは骸骨がご褒美だというぐらい好きだし可能性はありそうだぜ。ランはオリンに大量に幽霊が出たことについて情報を聞き出そうとしますが、オリンは幽霊が盛んになったことに喜んでいるだけなので、戦うことになりますよ。戦闘理由が妖怪らしいな。勝利後、地上に幽霊が大量発生したのと同時に地底でも動物霊が増えたとオリンが話しますよ。しかし同じ霊でも出所は違うらしい。地獄にいる霊はもっともっと地の底から湧いて出てきているようです。そして恨みがなくなった抜け殻のような怨霊もいるようです。虚無感と言っていることからもその能力を操る残務の存在が出てくるよな。そして4面は地底の奥に進んでいるようですね。そこで出会ったのはなんと鬼の四天王の一人であるスイカです。スイカはランの上司であるヤクモゆかりの旧友だからか、さん付けで呼んでいるな。わざわざスイカがこんなところにいるということは地底でも何かあったようだね。そして異変に近づいているランに対して腕試しとして弾幕ごっこをすることになりますよ。ちなみにスイカといえば、スイム層で見せた鬼畜弾幕の100万鬼夜行が思い浮かびますが、残務のラストスペルカードとよく似ていますね。そして、勝利後は反強制的に地の池地獄に向かわされることに、そしてスイカは忠告を促しました。罠に気をつけろ。巧妙に隠された罠を。一体何のことなんだ？そして地の池地獄までたどり着いたランは調査をすることに。地の池地獄に住めるなんて到鉄ユーマぐらいだろうに。しかしそこにはチパカブラに似た少女が出向いたのだった。おお、新キャラクターじゃないか。どうやら東鉄についても知っているようだな。彼女の名前は天日陣地あり、デザインとしては立派な角が生えていて、ドット絵を見ると大きな尻尾も確認できます。
服装はかなりシンプルなものですが、何か書かれていますね。よーく見てみると、ウェルカムトゥヘルと書かれている。ウェルカムヘルといえば、ヘンティでおなじみのヘカーティアが出てくるが何か関係があるのかもな。シンプルな T シャツにあの文字が入っているということで、ヘカーティアとのつながりは見過ごせませんね。チェアリの能力は血と火を操る程度の能力。これは元ネタの一つの天日からでしょう。日本各地に伝わる開花の一種、江戸時代の奇談集絵本百物語や、松浦静香山の随筆貸山などの古典に記述があるほか、各地の民間伝承としても伝わっています。自然では空から降りてくる火で、これが地に落ちると地上を転々としてどこに止まるかわからず、放っておくと人家に入り込んでその家を焼き尽くすんだとか、また人の背後から飛び上がり花火のように破裂して降り注いで混沌させ、生き血を吸うと言われている。チェアリの能力の血と火を操る程度の能力はこの天日の特徴から来ているのか。ちなみに弾幕を撃つ時の顔がめちゃくちゃ鬼のような顔になります。見た目おっとりしてるけど本気出したらコッパ。勝利後、蘭はユーマの居場所を聞き出すことに。ちょっと待ってよ。蘭の言い方からすると蘭は東鉄ユーマについて前から知っていたような口ぶりだな。そして千百合派ユーマの居場所を知っているようで、蘭はその場所へ向かうことに。さて、千百合が教えた場所は畜生界ですね。蘭もどうやらこの場所について詳しいらしく、前はここまで都会ではなかったとのこと。またもっと飢えた匂いがしていたとのことですね。やたらと畜生界について詳しいじゃないの。幻想郷の賢者の代行となると、やはり何度か訪れるものなのか。そして登場したのはなんと東方強力異文で登場した東鉄ユーマです。待って久しぶりってどういうこと？本当にこれは驚きの展開。蘭とユーマが知り合いだったなんて。昔は東鉄も乱暴だったようで、蘭はこの異変の元凶は東鉄だと思っているようですが、ユーマはそうではないとのこと。さらにユーマはこの異変を抑える側だというのです。確かに意外にも争いを好まないユーマがこんなことするとは思えないな。やっぱりこの子も畜生だったわ。そして蘭は何かを思い出したようです。彼女が言うに畜生界のやり方が気に入らなかったようで逃げ出したとのこと。ますます話が見えないぜ。でもやっぱりそういうことなのか？皆さんもうすうす気づいていると思いますが、なんとヤクモ蘭は東鉄の仲間だったのです。蘭がヤクザの仲間だったのかよ。実はこれはエンディングで語られるものではなく、蘭が敗北の時に見れるセリフで判明。私もわざと負けてみたんですが、驚きでした。イヤスで負けたんでしょうが、それにしても驚きだぜ。東鉄と蘭が昔は仲間だったなんて。これは衝撃的すぎますよね。ヤクモとなる前の蘭はどんな感じだったのか色々想像が膨らむよ。ちなみに大東方プロジェクト10 2023にて衝撃の裏設定が書かれていたのですが、蘭の場合は九尾の狐という妖怪を媒体として、蘭という式神をつけているようです。つまり、もともとナルトで出てくるような九尾らしい見た目だった可能性も高いな。そこに蘭という式が貼られているというのは驚きですね。そうなると二重人格者なのかもしれません。さて、蘭のルートはここまでです。エンディングはぜひプレイしてみてみてください。ちなみに、めちゃくちゃ蘭の性格の良さがわかりますし、ヤクモ家の裏設定も見れますよ。気になっちゃうやつ。さて、次のルートは下巻司です。メスが狐のルートとか絶対楽しいやつやん。最近のキャラなので軽く解説すると、交流道の中ボスで、大天狗の飯綱丸恵の右腕であり、下狐という妖怪。前回の10応援ストーリー1ではとんでもない情報収集力を見せていたよな。今作はどんなその歌詞をするのか楽しみですね。どうやらセリフから見ると情報収集の結果、畜生界の連中に動きがあることがすでにわかっているようですね。そしてまずはじめに出会うことになるのは、こちやさなえです。清楚感あふれるように見せて狂気的な二人の会話すっごく好き。勝利後の会話も前回と同じなのでステージにまで飛ばしましょう。さて、場所は同じく御柱がぶっ刺さった守谷神社ですね。どうやらどの組につこうか考えている様子。土中、水中、暗闇等からの奇襲を得意とする動物の霊たちの組織であり、吉兆や知恵を組長とする帰結組がいいと言っているが何のことだ？これは前回のアウンルートと繋がっていますね。アウンルートは管狐が付けられていて、その管狐は早苗について詳しかった。つまり帰結組と司は裏で繋がっていて、アウンを地獄に誘い込んだということですよ。そういうことか。死ぬほどスッキリした。やっぱりアウンにつけられた管狐は司の仕業でもあったのね。でもどうして、司と帰結組が手を組んだのかが謎だな。それはこのルートで分かってきそうですね。さて、次に出てきたのはヤクモ蘭です。狐コンビは早苗と会った後の話だったのか。会話は前回と同じなので、司が勝利後のセリフに飛びましょう。司が勝利後、こんなところを探しても無駄と言い、蘭に悪いことする奴は地下にいると教えていますね。さすがは悪いことしているだけあってよく知ってるな。また司にとって蘭が東鉄に出会うのは好都合だったようですね。一番面倒くさい相手の東鉄と出会わなくてよくなったかららしい。やはり今のところ畜生会のメンバーで最強の組長は東鉄になりそうだな。そして管狐を通してか、情報を手に入れた司は聖域の森に向かいます。聖域の森といえば帰結組の新入りである孫美天がいるところじゃないか。そう、
司派帰結組に正式に入るために、美典に会いに来たようですね。なるほど、もうすでに帰結組の組長の八千恵とは話がついているようだな。どうやら情報収集家の司は美典の過去についても知っているようで、なんと美典は猿山の集団に追い出された猿が霊を食らって覚醒したことを知っているようですね。あらま、とても明るくてアウンからも楽しいやつと言われている美典だけど、なかなか悲劇的な人生を送っていたんだな。しかし帰結組には孫悟空の生まれ方と同じように、雷に打たれた石から生まれたと言っているようですね。そして美典は口先だけの相手は信用しないらしく腕試しをすることに、それにしても美典の曲は神曲ですよ。中国の街並みが想像できる東宝らしい曲だと思うぜ。ただし面白いのが今作の重要な舞台がアメリカを意識している地獄というところですね。西洋と東洋を織り交ぜるところ東宝らしさを変わらずに続けているのが素敵ですよ。美典に勝利後、なぜかボロ絵になっておらず、どうやら途中で戦いを中断したようですね。実力が認められたからか？どうやらそうではなく、司に対して狙っているものが近づいてきたからだというのです。一体誰のことだ？次のステージでわかるようですね。どうやら司は魔法の森まで移動したようです。そしてそこに現れたのはなんと、慶賀組の組長である黒子正樹です。付け狙っていたのは先のことか？どうやら先によれば司は慶賀組とも何か約束をしていたようですね。二つのヤクザに絡むってどんだけ心臓強いんだよ。そして、八千恵の部下と話していたことから先に疑われているようですね。慶賀組の約束としては帰結組、強力同盟の監視役に回っているようですよ。同時にヤクザの仕事こなすとかキャリアウーマンすぎでしょ。そして裏切り者と思われた司は弾幕ごっこをすることに。しかし勝利後、司がこれは誤解というのです。帰結組に取り入るために話していたというのですよ。どっちが正解なんだ？ちなみに先のボロ絵は、帽子が焦げている感じが顔があるらしくていいデザイン。そして最終的に最強のヤクザの組長相手にタメ口で罵る司。結果、メスガキツネが最強だった。そして先に見張って欲しいものがあると言われてそのもののところに行くことになりますよ。その場所は地獄であり帰結組、強力同盟、でもない別の組織らしい。どうやら嘘が得意な司曰く、先は嘘をついていたようで、先は司を口封じのために地獄送りにしたらしい。二重スパイについて疑われているということね。東宝プロジェクトらしいけど、今回はより濃くサスペンスものだな。そしてそこに現れたのは地獄の案内人であるよもつひさみ。司はとっさに地上の調査のために来たと嘘をつきます。そしてひさみ曰く、こんなにも地獄と異変の関係に気づいた者はいないというのです。そしてあの方のところまで案内してくれるようですね。しかし地獄の遊戯に従って、非競技に勝利後はさすがに長居はしたくないらしく、帰るというのですが、地獄は自力で帰ることはできないようです。そして仕方なくあのお方のところまで行く羽目になると。そう、あのお方といえば弱滅イラクの王日白残夢。残夢曰く、一部始終見ていたとのこと。そして彼女が言うに、司は八千恵も先も騙して自分の利益になるようにしていたようですね。そのことについて、司も認めています。結局はどっちの味方もつかずに自分のためにやっていたのね。そして面白いと思った残夢は司に依頼してみることに。そして残夢の依頼というのは、白霊ネームを殺すこと。一体どういうことなんだ？さすがに司もその依頼は厳しいようで戸惑っていますね。しかし、依頼しなければ地獄でさまようことになると脅されて戦うことになりますよ。司ルートはサスペンス力がすごいな。終始誰が犯人なのかわからなくて面白かったですね。司は無事に帰ることができ、白霊霊夢を殺人できるのか。そして終始物騒だった。さて、次に紹介するのはマミゾウです。狐の対になるマミゾウはどんな活躍を見せるのか楽しみだぜ。まずマミゾウは司と違って情報収集してもらった部下のタヌキにお礼を言っていますね。しょっぱなから大きな違いだな。どうやら要注意人物の東鉄を探している模様。マミゾウも東鉄を探しているのか。地区紹介で一番危険人物なんでしょうね。そして出てきたのはクダギツネに憑依させられたアウンです。サナエの趣味について語っているな。さてこの会話と勝利後の会話は前回と同じものなので飛ばしましょう。マミゾウはどうやら守谷神社に来たようですね。そしてマミゾウは守谷一家ではなく、司を探しに来た様子。今まで語られなかった司がなぜ守谷神社にいたのかについて語られていて、どうやら司は守谷神社の加護を受けているようです。だからサナエについて詳しくてサナエちゃんと呼んでいたのか。絶対守谷神社で何か企んでいたな。そして2面で登場したのは下巻司です。おお、ついにタヌキ VS キツネの会話が見れるのか。どうやらマミゾウはクダギツネの使いすぎに注意を促しに来たようですね。それにしてもどちらも睨み合っていてめちゃくちゃ仲が悪いな。二人はまさに正反対のキャラですからね。東宝プロジェクトでは珍しいぐらい仲が良くない感じがあります。とはいえ勝利後は一時休戦することになったようです。そしてお互いに情報交換することになったようですね。司はこの時すでに慶賀組、帰結組を抑えていましたが、一番厄介な強力同盟の情報はなかった。なのでマミゾウは同盟の情報と交換することになったようですね。
今作はドリームタッグが実現してめちゃくちゃ面白いよ。例えると今作はアベンチャーズみたいな感じですよ。マミゾウは司との情報交換にて東鉄の居場所を聞いたようですね。ここは才の河原だな。東方機系11面ボスのエビスエイカがいるところだぜ。バレットフィリアによると最近はナルミもここでバイトを始めたんだとか。そして出てきたのはもちろん無敗の同盟長、東鉄ユーマ。ちなみにスプーンに血みたいなものがついてますけど、セイランみたいにフレーバーとかじゃなくて石油ですよ。マミゾウが説明するに同盟の現状は大地の所有権を得たいと思っているが、ライバルの組長は仲間を集めていて焦っているとのこと。そしてなんとマミゾウは東鉄と組もうというのです。そして東鉄はすぐに OK を出す。めちゃくちゃ簡単に見えるけどとんでもないやり取りしてるよね。まずマミゾウのことだからスパイ目的で仲間に入れてもらおうとしているけど、意外にも東鉄はすぐに OK を出してきたからな。勝利後はそのことについて語られていて、マミゾウは仲間が欲しいと焦ってすぐに OK を出したと思っていたのですが、なんと同盟にはすでに慶賀組、帰結組よりも先に仲間を入れていたようですね。ほう、それは一体誰なんだ？さて、次は妙蓮寺前の墓に来たようですね。マミゾウはやはり東鉄ユーマの下について監視する予定だった模様。ただし、先に仲間がいたということで計算が狂ってしまった様子。そしてそこに出てきたのは天日神地ゆりです。おお、ここでチアリが来たのか。どうやらチアリが同盟に新しく入った仲間のようです。そんなチアリはすぐにマミゾウがスパイだということを見破りました。おいおい、この後どうなっちまうんだ？さて勝利後のセリフを見てみましょう。しかし先ほどの会話とは関係なくチアリがチパカブラだと思われているようです。みんなからチパカブラと間違えられるよな。チパカブラとは家畜や人間を襲い血液を吸うと言われる、主に中南米でよく目撃される未確認動物ですよ。先ほども言ったように本来の元ネタである天日神は群馬県に伝わる妖怪。提灯ほどの丸い火の玉で、人の背後から飛び上がり花火のように破裂して降り注いで混沌させ、生き血を吸うと言われているので、似たような性質を持っているんだぜ。また正体はムジナだという説があるためマミゾウとの相性は抜群です。そしてチアリに転送の罠にかけられたようで、地獄に来てしまったようです。そして地獄といえばこのお姉様、美しきストーカー、よ母と非常日です。彼女もまだまだ謎が多い人物だよな。非常に驚きの人格者なのでお楽しみに。マミゾウは罠にかかっただけなので帰るというのですが、地獄は自力で帰ることができない。そして地獄の遊戯にのっとって弾幕ごっこをすることに、勝利後、物知りなマミゾウはそのことについて知っているらしく、素直に権限のある者のところに行くことに、そしてマミゾウの前に日白残夢が現れた。さらにマミゾウに対して佐渡の国からようこそと告げます。二ついはマミゾウの元ネタは佐渡タヌキの棟梁と言われている段三郎タヌキだからな。残夢が言うにはマミゾウは途中で転送の罠を抜け出したようです。だから転送の罠にかかっても、マミゾウだけヒサミと戦うことになっていたのか。そしてマミゾウは残夢は慶賀組、帰結組の仲間なのか尋ねることに、しかし断固拒否、残夢は虚無をもって異変を平定するものというのです。そしてマミゾウと残夢は戦うことになるのか。マミゾウは大妖怪らしく敵のスパイになってみたりとかなりアクティブな動きがあって面白かったぜ。この後マミゾウはどう動くのかも気になるところですよ。さて次に紹介するのは、火炎病輪です。待ちに待っていたぜ。オリンはどこにも属していないし、特に異変に足を突っ込もうとするようなタイプじゃないからどんな活躍をするのか気になるな。そう、そこがオリンルートのポイント。まず火炎病輪は地霊伝4面ボスであるコメージサトリのペットの一匹。灼熱地獄跡で怨霊の管理や死体運びを任されている妖怪で、霊や死体と会話することができますよ。輪は周りには、オリンと呼ばせているようです。そんなオリンがまず初めに出会ったのは、前回衝撃の過去が判明したナズーリンです。やはり二人の会話は知り合い同士って感じだな。地上にたくさんの霊が現れたことでテンションが上がって、オリンは弾幕ごっこをすることに。ナズーリンはやはりネズミだから猫のオリンは苦手なようだったな。ただし、上司であるトラマルショーも猫科ですが、さて、勝利後はオリンの衝撃のカミングアウトの後に、ナズーリンが猫は苦手だということを本人に伝えていますね。それに対してオリンはネズミは食べないから大丈夫だというのです。ほう、ペットだけにキャットフードなのかな？それは生きているネズミは食べないから。怖すぎでしょ。次のステージの会話を見ると、どうやら人間の里も幽霊だらけらしいです。それは完全に異変だな。そしてここで出会ったのはキリサメマリサです。ズンさんのことだから泥棒猫ということで出会わせたんじゃないの？それありえそう。どうやらオリンが人里周辺にいても大丈夫なのは周りが幽霊だらけだからだそうですね。ついでに荷車に入るだけいっぱい捕まえるようです。なあんじゃそれ。そして勝利後は戦いながら幽霊を捕まえたのか荷車にいっぱい溜まったようで帰ることに。めちゃくちゃダークなことしてるのに終始ポップなのがオリンらしくていいな。地霊記伝で大活躍しているオリンがズンエで活躍するのは新鮮ですね。そして地底で帰っている間に出会ったのは、ヤクモランです。オリンとランは地霊記伝で最近出会ったことがあるんだよな。その時ゆかり様に悪寒米をかまして泣いて帰りましたが、さて、ここの会話は同じなので飛ばしましょう。勝利後、気前のいいオリンはランに地底の奥から霊が溢れ出ていることを話しますよ。その霊は虚無状態の霊らしくオリンは嫌いなようですね。
次のステージでは、さすがに灼熱地獄跡で怨霊の管理でもあるおりんもちの池地獄を見に来たようです。そこで天日神千槍を呼び出すことに、ほう、二人は知り合いだったのか。どうやら蘭や巫女が来る可能性があるため、旧友の千槍を心配して呼びかけに来たようですね。おりん友達思いで優しいな。ただ千槍が言うに、ここだと隠れる場所もないらしい。また千槍は最近現れた東鉄と友達になったようですね。さらに同盟にもなったことをカミングアウトし、おりんは驚いています。おいおい、友達同士で戦うなんてなんか寂しいぜ。しかしおりんはおりんで戦いなくして死体は生まれないとのことで乗り気でした。妖怪の考えることはわからん。勝利後、念のためかおりんは千槍に東鉄の場所を聞き出すことに、そしてそのままのノリで東鉄に会いに行くようですね。おりんは畜生会に着いたようだな。彼女が言うには洒落ている街らしい。畜生会はおしゃれって、妖怪の感覚が怖いぜ。一応畜生会は都会らしく旧地獄は田舎と呼ばれているようですね。どうやら東鉄とも会ったことがあるらしく、東鉄もおりんのフランクさを知っているようです。運悪く旧地獄に落ちたらおりんに会いに行くわ。さっぱりしているおりんはそのまま東鉄に異変の元凶なんでしょと聞くことに、東鉄はそれを聞いてどうすると険悪ムードですね。それに対しておりんが放ったセリフが、幽霊だらけで最高。究極のダークボックス感が半端ない。空気を変える一言おりんらしくてたまらないですよ。さすがの東鉄も空気が軽くなった感じが見られますね。そして東鉄八槍について情報を聞き出すため弾幕を仕掛けることに、勝利後は、東鉄は弾幕を通しておりんはスパイじゃないことを確信したようですね。どうやら東鉄は千槍がスパイだと見抜いていたようで、情報を手に入れるためにおりんに挑んだようです。東鉄は断る義理もないので、仲間に入れていたのか。また千槍が持つ試験官の転送の罠にもうっすら気づいていたようですね。インテリヤクザのヤチェもそこまでは見抜いていなかったのによく見抜いたな。またその試験官を拝借していたようでおりんに見せることに、これは東鉄うまいな。おりんを追い払うためと、この試験官の正体を試験的に扱ったということでしょう。そしてたどり着いたのは地獄。おりんはやはり旧地獄にいるので慣れている様子ですね。そして出向いたのはもちろん日泊残務。残務は一部始終を見ていたようです。そしておりんは残務のことを知っていたようで思い出したようですね。旧地獄を作ったのはなんとこの残務でもあるから、旧地獄隅の者はみんな知っているようだぜ。またおりん曰く、残務は口一つで地獄を乗っ取ったようです。残務の口のうまさダウンタウン並みやん。おりんも住処を作ってくれた人に対して、口調を変え始めていますね。そしてあることにも気づき始めた。鬼である残務は戦い好きでもあるということを。おりんはやはり誰にも属していないが、たまたまを呼んで異変に突っ込んでいたのが新鮮で面白かったぜ。それでも残務には目に見えているというのが恐ろしいですよ。さて、おりんルートは以上です。そしてここまでクリアするとあるキャラたちが解放されます。そう、畜生会組です。ということは、今まで敵側だったヤクザ側の考えややろうとしていたことが見れるのか。非常に重要部分なので頑張ってついてきてください。それではまずはじめに紹介するのは吉兆や知恵です。今作のヤチェはかなり積極的に動いていたから楽しみだぜ。まずどうやらヤチェは新しく部下となった美天と地上制圧の会議をしているようですね。そして仕上げとして最後の稽古をつけることに。ヤチェというと騙して他人にやらせるイメージだがかなり積極的だな。勝利後は美天に制圧後の大地を守るように指示しますよ。美天の発展うの好き。そしてヤチェは何をするのか尋ねたところ、なんと自らが出向き慶賀組、強力同盟を鎮圧するというのです。一人でいけるのか？いつもと違って熱の入りようがすごいな。そして妙に熱が入ったヤチェはそのまま魔法の森に、魔法の森というと、やはり慶賀組の新人である三つが白江の子か。の子がなぜやってきたのか尋ねると、戦いは始まったと言い戦うことに。まだ畜生会って手を組んでいるはずなのに攻撃するって熱入りすぎなのでは。勝利後、の子もこのことについて先が黙っていないと怒っていますね。しかしヤチェはこれは作戦だというのです。ほう、一体何のことなんだ？ヤチェが向かったのは西の河原。かなり戦闘モードに入っているな。ここは地上と地獄の境目にあると思われるので、地上支配のする際の待ち合わせ場所と考えられます。ここで慶賀組の組長、黒駒咲が登場。咲もやはりヤチェが自分から出てくるなんて珍しいと言っているな。しかし咲が部下がやられたのを聞いて、ヤチェの部下である美天を倒してきたようですね。そして結局二人は戦うことに。どっちも部下思いなのはいいが、それじゃあ地上制圧は無理だろうに。勝利後、咲はどうやら何かあったのか本気に慣れていなかったようですね。そして咲は、なぜ部下のの子に攻撃したのか尋ねました。しかしこの部分は伏せられていますね。そしてヤチェが向かったのは妙蓮寺近くの墓地。東鉄は孤独が好きなタイプらしく、仲間を手に入れたことに驚いていますね。それなのに強力同盟なんだ。そしてヤチェはどうやら千槍を探しに来たようですね。二人は初対面になるのか。しかし千槍は東鉄に敵なら殺せと言われているらしく戦うことに。ただ勝利後はなぜか尻尾の艶の良さの会話をしていました。確かに二人ともいい尻尾してるしな。ヤチェ曰く、艶の良さの秘密は早寝早起きらしい。あらま意外と健康的な生活してたのね。どうやらヤチェ曰く、千槍と東鉄は似た者同士らしく仲間にしたと考察していますね。またヤチェは地上制圧前に挨拶として乱暴を働いていた模様。
そしてついに八千恵と東鉄が対面することに。なんだかんだ原作ではこれが初めて出会うシーンなんだよな。めちゃくちゃ新鮮だぜ。そして東鉄は千有の件について聞いていましたが、特に起こることはなかった。東鉄の人格の高さがズバ抜けてるな。それに対して八千恵は冷たいと言いますが、東鉄としては逆に同情する方が相手に苦痛だと思い、ほっといているようですね。それが一番いいかもしれないね。そして二人は制圧前にスイッチが入り、戦うことに。東鉄の言うジャイアントスイングってマリオ64のクッパ戦でかました意外な戦法のやつじゃん。マリオ64は幻想郷入りしてたのね。さて勝利後は、東鉄が素直に負けを認めます。やはり東鉄から見ても今回の八千恵の積極性に珍しいと言っていますね。八千恵も薄々気づいていたようで、異変の影響のせいか何者かに操作せられているのではと考察していますよ。ここまで来るとあのお方のことが思いつくよな。そして八千恵が向かったのはもちろん地獄。そこで呼び出したのはなんと日白残務だった。畜生会の連中も残務のことを知っていたんだ。八千恵は部下の尾点に仕掛けられていた武器に転送の罠が仕掛けられていたことに気づいていたようです。しかし、それでも組にとって得になるので気にしていなかった。そして先の部下にもつけていたことに気づき、ここにやってきたようですね。なるほど、他の組はどうなのか情報を得るために挨拶回りしていたのね。しかし八千恵も残務には強く出れないようで、あなたという呼び方をしていますね。また尾点の情報も残務が教えたのか。何もかも残務の手のひらの上だな。そして残務を得意のふっと見下す笑い。強者感がすごい。こうして二人は戦うことになりますよ。ちなみに八千恵が積極的だったのはおそらく残務の能力によるもの。やる気を起こさせたり、やる気をなくさせたりと同じことの繰り返しをさせ、結局現状維持がいいと思わせていたようですね。新キャラの能力など詳しくは、前回の新キャラ設定で紹介しているので見に行ってみてくれよな。さて、八千恵ルートはここまでです。八千恵はインテリ系だけに何かに感づいて動いていたのが面白かったぜ。ということで次に紹介するのは黒駒咲です。咲は他の組と違って脳筋だから、ちゃんと元凶までたどり着けるのか気になるぜ。さすがに頭のいい視聴者さんもここまで来ると、集中力ももはや満身創痍になってきていると思いますが、ラストスパートなので頑張ってください。最後まで頑張ったらかな子様がご褒美をくれるようです。非常に燃えてきました。まず咲は八千恵と同じように地上制圧前に部下の絵の子に稽古をつけることに、勝利後、体は鈍っていないことを確認。しかし常に連戦していて、鈍るわけがないと突っ込まれていますね。面白い師弟関係だな。咲も絵の子に第一を守らさせて自分は厄介な奴を倒しに行くようですね。そして咲が向かったのは旧地獄の灼熱跡地。東鉄のいる地の池地獄に向かっているのか。咲が考察するに東鉄は気が難しい奴だから東一の池地獄にいるとのこと。なるほどね。東鉄は一人の方が好きなタイプだからか。同名調ですが、そして出てきたのは天日人地あり。見た目そっくりな奥と勘違いしたようですね。地ありは地霊伝組と面識が高いようだな。そしてお決まりのチパカブラ間違え、東鉄に敵なら倒せの指示があるので戦うことになりますよ。勝利後は、咲はそのまま東鉄のところに向かいます。地ありは咲の脳筋なところに気に入ったようですね。地ありは一見おっとりしている風に見えるが、結構熱いやつなんだな。そしてついに咲と東鉄が出会うことに、原作ではここが初めてとなるぜ。そして戦い好きの二人はすぐに戦闘に入ることになりますよ。東鉄って八千恵と咲を足して2で割った感じだよな。あと意外と冗談もよく言うよね。勝利後、東鉄は咲の実力を認めます。そしてあのお方の存在について尋ねていますね。八千恵は気づいていたが、やはり咲は気づいていない。いや、不敵な笑みを浮かべて何か知っているのか？いややっぱり気づいていなかった。そして向かったのは聖域の森です。どうやら部下が八千恵にやられたと聞いてきたようですね。そして報復のために八千恵の部下である尾点と戦うことになります。勝利後は咲は尾点の戦闘技術の高さに惜しいというのです。力が売りの慶賀組にとって尾点の戦闘能力が欲しいということだな。次のステージに向かうと途中で新しい情報を得たらしいですね。絵の子に近づくと転送の罠に引っかかることを、今まで解説したキャラ以外にも引っかかった奴がいるのか。そして次に出てきたのは帰結組の組長、吉長八千恵。二人は地上制圧の準備の確認をし合います。その後会話は八千恵の時と同じなので飛ばしますよ。勝利後は、色々情報が得て最終的な結論をもらうために八千恵に聞くことに、そのことについて考えていて、さっきは本気が出せなかったのね。そして向かったのは地獄。ついに咲も残務の存在に気づいたのか。やはり咲も残務に対しては頭が上がらないようで、丁寧な口調で話していますね。咲はどうやら残務に会うためにあえて転送の罠に引っかかったようです。絵の子を先に出会わせたのも残務の仕業なのも気づいているようです。そして残務のフッが出て戦うことになりますよ。咲ルートはストレートな咲のやり方が見れて面白かったぜ。それにしても残務は各組にスパイを送り込んでいるようだな。頭のいい東鉄はそのことについてどう思っているのかめちゃくちゃ気になりますね。
それでは今回ラストに紹介するのは東鉄ユーマルートです。東鉄も同じくまずはじめに新入りの地ありの傾向するようですね。東鉄のところは部下というより、友達みたいな関係なんだよな。そのためか、他の組と違って会話は冗談を言い合う仲の良さが確認できますね。勝利後は決戦の準備だと気合を入れる言葉をかけていますよ。そして東鉄が向かったのは聖域の森。なんとかいろんなキャラと出会っているから他の組の情報も持っているようだな。そして聖域の森といえばゾンビ店です。地下にいる東鉄が地上に現れたことによって察したようですね。東鉄が言うに美店は目覚めたての幼獣のようです。平行点的に幼獣になったのは知っていたけど、美店は最近幼獣になったばかりなんだな。そして地区紹介の挨拶恒例、決闘が始まります。勝利後、東鉄は何か引っかかるようで美店に八千恵の元に着いた理由を聞いていますね。美店は霊を食らい地獄に落ちるところを八千恵に助けられたからと言っていますね。八千恵としては肉体がある仲間が欲しかったからな。東鉄から見ても八千恵はサイコパス野郎らしく珍しがっているようです。そして東鉄は西の河原に向かい、美店の上司である八千恵を呼ぶことに、地上制圧の気合を入れるために二人は戦うことになるのか。勝利後、やはり東鉄から見ると八千恵はまあまあらしい。八千恵曰く、正々堂々でなければ有利に戦えると嘆いていますね。いや当たり前やないか。八千恵の組は奇襲を得意としますからね。そして東鉄が向かったのは魔法の森。ここは先の部下である絵の子がいるところだよな。そう、ここで登場するのは三つが白絵の子です。東鉄が現れたことで察したようで無条件で倒す、となかなか理不尽なことを言われます。しかし東鉄はいい教育をしていると慶賀組を褒めています。ヤクザの褒めポイントはそこなのね。勝利後は、やはりなぜ先の下についたのかを聞いていますね。絵の子もどうやら地獄に落ちるところ救ってもらったと言っています。ほう、偶然にも程があるな。さすがに東鉄も疑いをかけていますね。それについてどう思っているか聞くために先のところに出向いたようです。そして、先が来るのですが、特に思うことはないようですね。慶賀組は力さえあればというイメージだもんね。そして二人は実力を確かめ合うため、決闘することになりますよ。勝利後、先曰く東鉄はタフらしいですね。そして、東鉄は何かを覚悟したようで、あいつのところへ行くと言います。あいつとはやはりあの方のことだろうね。東鉄は挨拶回りで今回の異変は慶賀組、帰結組の組長が関係していないと確信したようですね。裏で引いているのはやはり部下になった奴らか。そして自分の部下である千有もそうだろうと確信。この3人の共通点は地獄ということで、残務の存在に気づきました。そして残務は相変わらず、一言目に罵倒を飛ばし、格上なところを見せつけていますね。東鉄に対しても上に出れるってすごいな。おりんのところで転送の罠について気づいていたが、黒幕についてはわからなかったのか。東鉄の中では八千恵か沖縄と睨んでいたようですね。そして東鉄は残務は何を目的にしているのかを尋ねることに、しかし残務は地上の支配ではないという。そして欲しいものは未来だというのです。欲しいものは未来、一体何を意味しているんだ。こうして二人は決闘することになるのだった。東鉄はやはり利口なリーダーなだけに色々感づいていて面白かったぜ。今回は歴代の既存キャラたちの活躍が見れて非常に面白かったよ。次回はおそらく10応援ストーリー最終回となるので要チェックですよ。10応援のストーリーはあまりにも難しいので、前回のストーリーや新キャラ解説で復習しておくといいぜ。またもし今回の授業が面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価だけでもよろしくお願いします。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。